こんにちは。クラスメソッド株式会社の恩塚と申します。皆さん、AWS 認定ご存知でしょうか？文字通り AWS に関する認定試験なんですが、こちらの菊池さんの動画で詳しく解説されているので、ぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。なんと、この資格全部で12種類あります。基礎的なものから各分野に特化したものまで幅広くあります。これを全部取るのは相当大変だということは想像に難くないと思います。そんな大変な12冠取得者なんですが、弊社にはなんと7人在籍しています。1人は先ほど紹介した菊池さん。そして残りの6人がこちら。今回こちらの6人にいろいろとインタビューしてきましたのでご紹介したいと思います。有益な情報がたくさん入っているのでぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。クラスメソッドは、今ではその AWS の、プレミアム、コンサルティングパートナーとして、日本国内では一定の認知があると思っています。で、社内でもですね、やっぱり資格を取ってこそ一人前だよね、みたいな。冗談半分で人権みたいなこと、最近はだいぶ減ったんですけども、っていうのが、言われてまして、アソシエイトの資格が2つと、3つか。3つと、プロフェッショナルの資格2つの、5つと、5冠っていうことで、5冠取ると社内でも、一人前みたいな、そんな、認識が、昔、僕が入社した当時にはありましたということで、そういうもんなんだなということで、じゃあ5冠目指すかというのが、一番最初ですね。で、勉強しながらですね、取っていったんですけども、いつの間にか資格が1個2個、増えて、いつの間にか今では12個というふうになってしまったというのが、実情なんですけど、社内でも次から次へとやっぱり取っていく人っていうのが、何人もいまして、で、なんでみんなそんな簡単に取れるんだろうな、みたいなうん。っていうので、半信半疑になりながら、どんだけ取る人がいるんだから、じゃあ自分も負けてらんないなということで、そういう人たちに引っ張られる形でですね、僕も、5冠目指して、6個目、7個目というふうに、取ってたというのが、経緯になります。資格取ろうと思ったきっかけなんですけど、AWS に限らず、僕結構何か新しいことを勉強するときに、まず資格から入るみたいなことが結構習慣化していたので、AWS に関しても同じように AWS 勉強しようと思ったときに、資格があったんで、これ資格取ったらいろいろと覚える必要だなっていうモチベーションで、まずは資格に挑戦しました。で、12個あるんですけども、あるものは全部取ろうっていうスタンスで、今までいろんな資格取ってきてたんで、AWS に関しても、それを踏襲して、じゃあ全部取ろうかみたいなノリで取りました。もともと前職の時から結構そういう資格系はもうあるもの全部取ろうっていうスタンスでいろいろと取ってたんで、それを踏襲して AWS でもっていう感じですね。もともと、IPA の基本情報ってあるじゃないですか。あれを、前職の人事がすごい推してて、僕、新卒で前職に入ったんですけど、大学で IT とか一切やってなくて、本当に IT のこと何も知らなかったんで、人事の言われるがまま IPA の情報処理試験受けて、それを通じて結構いろいろ覚えられたなっていう感覚もあったのと、実際実務で技術系のことを触る機会っていうのが全然なかったんで、SE とか言ってるけど実際技術やらないし、どうやって技術を覚えようかなっていうところで、人事が基本情報取れ言って取ったら、なんとなく分かってきたし、じゃあ他のやつも順番に取っていくかっていう感じで、それで IPA のやつ、資格も基本全部取ったような感じですね。前職で資格奨励金対象になってない資格が1個あったんで、それはもう取らずにスキップしたんですけど、他は、コードのやつも全部取ってっていう感じです。第一の理由としては、勉強のモチベーション。資格を取ろうと思った理由の一番は、何かちょっとシステムとか AWS に関して勉強するのにモチベーションが必要だったからっていうところで、
資格を取るっていうふうに決めたら、そのために勉強しないといけないというところで、モチベーションになるかなと。で、二つ目は、承認欲求を満たすためですね。このクラメソ内で、資格取ると、いろいろとチヤホヤしてくれるというところで、自らの承認欲求を満たすために資格を取ろうというふうに思いました。もともとあまりインフラの知識がなかったので、知識の底上げを考えて、最初は正 A からやったんですけど、その勢いで、全部取っちゃいました。っていう感じです。一番大きいのは、新しいことを学ぶきっかけですね。AWS サービスがめちゃくちゃ多いんで、普通に仕事してるだけだと絶対触んないような領域がいっぱいあるんですけど、せっかくAWS に詳しい会社だし、その辺を勉強したいなと思って、資格をきっかけに触ってみようということで、あと、AWS の事業が主力の会社で、そこのバックエンドのエンジニアとして働いてるんで、持ってて当たり前かなと思ってですね。なので一通り全部取りました。そうですね。AWS 自体は6年前ぐらいから触ってるんですけれど、ソリューションアーキテクト、アソシエイトが、AWS の基本を学ぶためには、結構いい取っかかりだったのかなと、思います。当時だとあまりAWS 関連の書籍とかもあまりなかったので、試験勉強することで、網羅ができるような形だったかなと思います。あと、クラスメソッドに入る前、前職の時ですね、AWS のパートナーになるために、プロフェッショナルの取得者の人数を一定数クリアしないといけなかったので、それでちょっとプロフェッショナルを取りました。といったところと、あと、AWS のサービス自体がもう今非常に多くなっていて、業務で使わないようなサービスを学ぶための、一つのきっかけで、スペシャリティをちょっと試験勉強でやってみるとか、そういったところをモチベーションとして取ってきます。はい。いろんな理由が出ましたね。勉強のモチベーションとしてであったりとか、社内で基礎より取っていたらいつの間にか12個全部取っていただったりとか、AWS は弊社の主力なので取ったりだとか。さて、次は皆さんが一番気になっている勉強方法について聞いてみました。一番やったのはリインベントですね。過去の動画の聞き漁りを力を入れてやりました。で、あと、AWS の公式のブログとか、ブラックベルトの2つかな。そこを中心に見て、あと、わかんないところとか細かいところはドキュメントで補足してっていう感じですね。で、AWS の公式のブログも結構読んだんですけど、日本語だけだと、少し翻訳までの時間差があったりするので、英語のブログと日本語のブログですね、両方とも一通り見ました。AWS のブログに結構事例とかが紹介されてたりするので、その辺見たりとか、あとはベストプラクティス的なやつの紹介とかですね。実際に動かしてみたりもしました。イメージが湧きにくかったやつとか結構やって、ボリューム暗号化したり複合化したりとかっていうのは、ブログ読んだりとかドキュメント読んだりはしたんですけど、実際にどういう手順かとか、挙動がいまいちわかりにくかったので、この辺はよく触りましたね。あとデータベースのサービスとかも違いがわかりにくいところが多かったんで、そのあたりもよくやりましたね。DevIO の記事もよく見ましたね。ただ、ちょっと気をつけないといけなかったのは、少し情報が古くなってるやつとかも結構ブログに検索で引っかかったりしたんで、その辺はドキュメントを見て差分埋めながらっていう感じでしたね。DevIO の記事だと結構シナリオベースとか、実際の使い方に即したやつが結構引っかかったんで、そこも勉強になりましたね。どんな感じの使い方かとか、あとハマりやすいところとかも書いてたりしたんで、わかりやすかったです。勉強方法は、試験ガイドが公開されているので、試験ガイドからどういった内容が出るかという範囲を確認して、ここから対象のサービスのブラックベルトを読み漁りますと。ざっくり理解してきたら、その中でもちょっともやもやとわからんところとか出てくるんで、そのわからんところを、ドキュメントで深掘りしていくと。いけるかなと思ったら模試受けてみて、その中で受けて結果、どうだったかっていうところを振り返るんですけども、なんこれみたいなわからんところが出てくるんで、その部分をスプレッドシートに書き出して、ドキュメントやブラックベルトで調べるっていうのを繰り返します。大丈夫かなと思ったら試験を受けるっていう感じです。ドキュメントだけじゃイメージつかないものについては、実際にサービス触って理解を深めるっていうことをしました。ネットワークに関するものに関しては、菊池さんが公開されているブログはよく読みました。データウェアハウス独特の概念とか、割と運用してないと難しいところもあったりするので、深夜さんや石川さんのブログ
を元に勉強することもありました。試験勉強は、まずその試験ガイドを読んで、どういったサービスが試験範囲に含まれているかっていうのをまず、理解します。で、その後にですね、AWSJ から出ている、ブラックベルトの資料で、その対象のサービスを、基本から学ぶっていったところを、まずはやります。で、あとは、詳しいところは、そのサービスのドキュメントを見たり、ただドキュメントってやっぱりボリュームが非常に多くて、どこがポイントなのかっていうのが、なかなかわかりにくいので、そういった時はそのサービスのFAQ ですね。よくある質問といったところを見て、ここがポイントなのかなっていうのをつかみながら、ドキュメントと FAQ を読むと。それで深掘りしていく形ですね。で、ドキュメントを読んでも、正直理解しづらかったり読みにくかったりするので、そういった時はですね、ディベロッパーズ用のサービスの再入門記事とか、そういったところを読んで、わかりやすく書いてあるので、それを理解をするようにしていました。模擬試験ですね。模擬試験を受けて、まだ理解できてないなとか、この辺どうなってんだろうっていったところをまた、ブラックベルトを見直したり、ドキュメント見直したりといって、穴を潰す感じで勉強していました。最近は、試験対策本とか書籍も出ているので、そういった勉強もあるのかもしれないですけど、そういった本が出てない試験とかは、やっぱり、一番ブラックベルトとかドキュメントがきちんと書いてあるものになってるんで、はい。そこから勉強するのがいいと思います。読みやすさで言うと、公式ドキュメントよりデベロッパーズ用の方がきっと頭にも入ってくると思うので、はい、いいと思います。セキュリティスペシャリティとか、ネットワークスペシャリティの場合は、業務を通じてある程度触ってたので、その辺で試験対策になったのかなと思います。まず、出題範囲のマニュアル、ドキュメントを読み込みました。あと、通勤中に、ブラックベルトを、視聴することが多かったです。通勤時間は30分ぐらい電車に乗ってるので、その時間でずっとっていう感じです。もちろん、使うサービスに関しては一通り、起動ぐらいはしました。マシンラーニングはちょっとできなかったですけど、政治メーカーの起動とトレーニングなしで政治メーカーとかは見たりしました。マシンラーニングのものはデベロッパーズ IO のアルゴリズムとかを一通り勉強しました。あと、ネットワークは木口のブログを一通り舐めましたっていう感じですね。勉強方法ですね。おそらくこれは大体、どの人も同じような回答になるかなと思うんですけども、まずは、試験ガイドが、AWS の方からですね、こういう資格が、ありますと。で、この資格はこういうことを、認定します。この試験はこういう範囲を、聞きますというドキュメントガイドがですね、公開されていますので、まずはそれを見るのがスタートですね。つまり試験範囲の把握っていうのと、あとは、海外も含めて、受験体験記っていうのを、ブログなどで公開してくれている方がいますので、それを見ることで、その試験範囲を、改めて、見ることもできますし、次に把握してですね、じゃあそれで試験問題解けるかというと、まず無理で、一番大事なのは、やっぱり、実際に試すことですね。クラスメソッドが運営しているデベロッパーズ IO は、試してみた、やってみたブログとして、みんないろいろ書いてるんですけども、やっぱり自分も同じように試してみるっていうのが一番大事かなと思います。で、とはいえ、試験範囲の技術、サービスをですね、全部試すってやっぱり土台無理な話なので、その試せない範囲については、公式のドキュメントを読む。で、このドキュメントはですね、サービスごとの FAQ、よくある質問っていうのが AWS は公開されてますけども、この FAQ を読むことも結構大事ですね。で、あとは、ブラックベルトですね。AWS が、公開している各サービスのですね、達人になるための資料がありますけども、このブラックベルトも一次資料としてはとても貴重なものです。であとは、デベロッパー材料ですね。社員が書いた、記事で、やってみたブログってさっき言いましたけども、実際にやってみた流れを自分でもトレースすることによって、こういう画面なんだなとか、こういう設定ができるんだなっていうのを、見ていくっていうのが、大事かなと思います。ちなみにですね、私が年初に公開している全サービスまとめっていうブログがあるんですけども、これは
2年前かなに一番最初に書いたのが初めなんですが、もともとですね、まとめようと思ってまとめたものではなくて、SAP ですね、ソリューションアーキテクトプロフェッショナルの資格取得のために、各サービスがどんなものなのかっていう全体像を知りたいなと思いまして、ただ当時は、その AWS が提供しているサービスを簡潔にまとめてくれている記事っていうのが見当たらなかったんですね。なので、じゃあないなら自分でまとめようっていうのが、記事を書き始めたきっかけになっていて、で一応年々アップデートしてるんですけども、今年公開したものは結局、なんか180ぐらいの、サービス量になっていて、もうさすがに今からまた全サービス把握するのはしんどいな、みたいなことをちょっと思い始めています。ブラックベルトの資料と、あと YouTube でリインベントの動画とか、場合によってはサミット東京とか、その辺の動画を見たりだとか、あとは AWS の公式ドキュメントを読み込むっていうのをやりましたね。試験範囲って公式ドキュメントに書かれているところから出るので、極端な話、ドキュメントの内容が全部頭に入ってれば全部互角できると思うので、ドキュメントの内容を読み込みつつ、あとチュートリアルがついてるやつは極力実際に試して自分で手を動かして、読むだけじゃなくて手を動かした方がやっぱ頭にも入りやすいんで、極力手を動かしながら覚えるっていうスタンスで勉強してました。僕は、前職が AWS とか全然触らない環境で、前職の時に、プロ資格まで取ってたんですけど、その時は結構 DevIO を見て理解深めたりっていうのはやってましたね。やっぱ公式ドキュメントって量がすごい多いので、最初から最後まで読むのって結構パワー使うんで、ディベロッパーズ IO ぐらいの分量でコンパクトに概要を理解できるようなメディアがあるっていうのは結構助けになりましたね。はい。勉強法も様々出てきました。その中でも特にブラックベルトはほぼ全員が言っていたので、押さえておくと良さそうです。インタビュー内で触れていたブログや勉強法については、リンクを概要欄にまとめていますので、ぜひご覧ください。さて、次が最後ですが、資格を取ってどんなメリットがあったかを聞いてみました。案件とか業務を通じて、AWS でいろんなサービス使って構築とかしているんですが、その試験勉強を通じてですね、その業務で得ていた知識の、整理ができたり、あるいはちょっと抜けていったところの、穴埋めができたり、そういったところでもう一度自分のその AWS 周りの知識をちょっと再整理することができるかなと思います。あと、その自分が触ってなくて知らなかったところを、認識できて吸収できるっていったところがあるかなと。正直、社内、プラスメソッドの社内には12巻取ってなくても、すごい人が周りにいっぱいいるので、まだまだ頑張らないといけないし、AWS のサービス自体も日々更新が入ってきているので、それのキャッチアップも、続けていくっていう形ですね。いろんなスペシャルティが今出ているんで、人それぞれバックボーンが違って取りやすさも違うんですけれど、業務で今後触りそうだなと思うスペシャルティは、勉強しておいて損はないかなと思います。特定領域を知るために勉強すれば、そのスペシャリティには合格できそうな形で試験も作られていると思うので、今後触るものは試験勉強しておくのをお勧めします。資格取ることでですね、なんとなく基礎はわかるのかなっていうところで、仕事のきっかけ、仕事を振ってもらうきっかけになったりしました。資格勉強することで、最初のモチベーションの通り、幅広く勉強できた。AWS だけじゃなくて、もともと僕自身は開発の経験があまり多いわけじゃないので、特定の部分にフォーカスしたところしか持ってなかったんですけど、それ以外のところ、ネットワークだったりとか、サーバーレスとか、データベースとか、セキュリティとか、幅広く勉強するところは大きなメリットかなと思うと、認定資格取ることで、今回のオールサティフィケーションみたいな形で、名前掲載とか、あと社内でも名前認知してもらうきっかけになったりとかで、承認欲求満たせてよかったなと思ってます。正直、認定取って時間が経てば、ある程度内容は忘れちゃうと思うんですね。で、僕の場合、開発者っていうロールで普段業務やってるんで、ネットワークとか結構普段触る機会がなくて、正直だいぶ抜けてる部分はあると思うんですけど、それでも全く知らない言葉っていうのは減ったんで、結構インフラ寄りの人との会話で何言ってるか分かんないなみたいな戸惑うことっていうのはあんまりないですし、昔これあの本で見たなとか、
あのドキュメントにこの辺詳しく書いてたなぐらいの記憶は結構残ってるんで、何かわからないことがあった時に、資格試験の勉強の時に勉強した資料見ればわかるなって言って、その問題解決が結構早くなったような気はしますね。あとは、実際全然知らない領域とかでも、なんか資格いっぱい持ってる人みたいに周りから見られると、わからないことがあった時に結構質問を受けたりするので、その場で自分で回答できなくても、一緒に調べることで、自分自身今まで知らなかった領域の知見が深まったりとか、詳しそうな人って認識されることによって実際詳しくなくても情報が集まりやすくなったみたいなメリットはあると思います。大きく2つあって、触ったことないサービスとかですね、を使うときの初動とか構築のスピードがやっぱ勉強する前と比べてだいぶ早くなったなと思います。というのは、どういった感じの考え方に基づいたサービスなのかとか、どういうことをするべきなのか、するべきじゃないのかみたいなのが、資格の勉強で結構学べたので、そうですね、そこはすごくメリットかなと思いました。で、あと、副次的な効果なんですけど、僕は勉強するときに、英語の学習教材ですね、そのリインベントの動画とか、AWS のブログとかですね、をよく使ってたので、リスニングとリーディングのスキルがすごく上がりましたね。具体的には多分 TOEIC のスコアで言うと 1.7 倍から2倍ぐらい上がりましたね。リーディングリスニングの試験なんですけど、あれが前450ぐらいだったんですけど、今835枚上がったんで、大体これの勉強の効果な気がします。自分の小さな成功体験というか、少しうまくいくことの積み重ねが12回しかないんですけど、小さな成功体験を感じれたのがいいことかなと。何らか挑戦して、結果がついてくるというのは資格取得のメリットだと思ってます。役に立ちますよ。知らないところがわかるので、全然底上げというか、特殊なサービス名称とかはちょいちょい出てくるので、わからないサービス名称がほぼほぼなくなった。ケンドラとか、結構 AWS のサービス名特殊なところとか多いので、スノーモービルとか、スノーモービルって何って、スノーモービルね、みたいな。使ったことはないですけど。資格取得のメリットですけども、一番大きいのはですね、やっぱり社内の会話についていけるようになることかなと思います。やっぱり技術的な単語が多く飛び交うので、知らない単語とか、よく知らないサービスが出てくると、途端に何の話してるのか分かんなくなってしまうっていうのがやっぱりよくあるんですね。なので、その資格取得が即業務に役立つっていうかっていうと、そういうケースはあまり多くないと思うんですけども、そういった会話が分かるっていうことだけでもですね、結構自分の成長が実感できるので、いいのかなと思ってます。よくある真剣ゼミでやったところだ的なですね、本当にそういう体験ができるかなと思ってます。はい、面白い話がたくさん出てきました。こういうのを聞くとめちゃくちゃやる気出てきますよね。いかがでしたでしょうか？見ていただいた方が少しでも AWS 認定について詳しくなったら幸いです。実は弊社、現在10巻、11巻もたくさんいますので、おそらく年内にまた新たに何人か12巻が出てくると思います。この動画が好評だったら第2弾をやりたいと思ってますので、聞きたいことがあったらぜひコメントまでお願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。バイバーイ。